もうずっと聞いてられるそのぐらいの魅力ありますよね。いやー、ものすごいコラボだな今回。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、エルミン藤井風コメッツ&ゴールドオフィシャルビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回はですね、我らが藤井風さんとイギリスのシンガーソングライターエルミンさんのコラボ楽曲コメッツ&ゴールドの歌声分析でございます。本格派 R&B ということでですね、楽しみに歌声分析したんですけれども、今回もですね、テンションがめちゃくちゃ上がってしまいました。そしていつもよりもですね、ついつい細かく専門的に歌声の分析をしてしまっております。なのでいつもと違ったつるさんをですね見れるかもしれないので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方もよろしくお願いします。それでは早速、エルミーン藤井風コメッツ&ゴールド歌声分析 GO！ うわめっちゃいい声ですねやっぱり日本人には真似のできない歌声かなっていうふうに思います。やっぱり骨格の違いで声の音色って変わるんですよね。やっぱり声が共鳴するポイントの空間の広さが変わってくるので、音色が変わる、これ当たり前の話なんですけど、エルミーンさんと同じ人種の方々はですね、骨格的に後頭部が大きいというふうに言われています。その結果、声にどういう影響をもたらすかというと、美しい音色を作り出すヘッドボイスの音色がですね、ものすごくよく響くんですよね。だからこそこの美しい歌声が作れているっていうところもあるんですけど、注目すべきはですね、裏声にもかかわらず心地いいくらいの声の張り感をキープしているっていうところですよね。ミックスボイスっていう声です。芸術的な歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、これはね、僕真似できないですね。多分こういう感じで出してると思うんですけど、僕はね、このヘッドボイスの音色は再現できないです。羨ましいですね。ミッコーのところのスタッカートとかもものすごくかっこいいじゃないですか。で、うっすら入っている息の音、ウィスパーボイスもですね、ものすごく幻想的な雰囲気を表現していて、聞き入ってしまいますよね。もう一回聞いてみましょう。やばいね。僕の大好きなボーイス2メンの楽曲を聴いてるかのような、ものすごく神々しく、そして歌の存在感もものすごく大きく、R&B に夢中だった頃をですね、思い出しますね。すごいですよね、本当に。もう驚きが隠せないとはまさにこのことですね。男性なのにやっぱり美しすぎて目をつぶって聞くと一瞬あれ女性が歌ってるのかなっていう風に勘違いしちゃいますよね。で、体の力もですねものすごく抜けている状態を作れているんですよね。でも体の隅々まで声を響かせているから声の存在感はものすごく大きいみたいな。声の太さと声のパワー感をコントロールする胸腔共鳴、そして言葉の輪郭だったり、あとは空間の大きさによっては胸腔共鳴で作られた声量をブーストする効果がある口の中の空間、口腔共鳴、あとは声の音色だったり高音域を出す時に重要になってくる鼻の中の鼻腔共鳴、主にこの3つの空間をですね限りなく限界まで響かせているような声かなっていうふうに思います。そして一番最初に言った頭を響かせるヘッドボイス、こちらもですね、だからもう体全体を使って歌っているんですよ。もう一回聞いてみましょう。Why do I call？ こんな感じかな。僕がやるともう足元にも及ばないですけどね。いや素晴らしすぎますね。
最後のこのハミングのところのフレーズの締めのところで裏声に一瞬くるっとひっくり返した歌声がですね、ものすごくかっこいいですね。もう一回聞いてみましょうか。ほら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 。こういうピンポイントでの雰囲気の作り方も絶妙に素晴らしいですね。うわ、やばい。すごいね。もうキラ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 してますよね。やっぱりできないですね。多分ね、そんな大きい声量を使ってないんですよ。声を出してる感覚ね。だからこそここまで綺麗に声が響くっていうのあると思うんですよね。大きい声量を出そうとしすぎちゃうと、やっぱり少しでも体に力が入ってしまうんですよ。体に力が入るっていうことは、その分声の響きが落ちちゃうんですよね。僕がやったのはちょっと体に力が入っちゃった歌声なんですよ。だからエルミンさんみたいにすごく声がね豊かに響くっていう感じにならなかったんですけど、もう究極の極意ですね。素晴らしい。ここに来るまで地声1回も使ってないんですよね。裏声が8割ぐらい、地声が2割ぐらいのミックスボイスかな。裏声がメインにもかかわらず、ここまで声の輪郭をはっきりと表現しているこの声質コントロールも素晴らしすぎますよね。もう一回聞いてみましょうか。ほら、すごい。どういう経歴を経てこの歌声を手に入れたのか知りたいですね。僕もそのトレーニングしてみたいです。ここのポイントはですね、オクターブって言われるドレミファソラシドの下のドと上のドの音関係のフレーズになってます。プラス今聞いたところの後半かな、下ハモリって言われるメインメロディーよりも低い音域でのハモリが入ってますね。でオクターブっていうのは歌声にですね透明感が表現されるんですよね。この透き通ったような雰囲気で流れていって、後半はうっすらと入った下ハモリでの歌声の広がり、この流れいいですね。もう一回聞いてみましょう。ただ下ハモリのフレーズなんですけど、普通だったらこの音はですね上ハモリで使われるようなフレージングなんですよね。これをあえて1オクターブ下に下げて下ハモリとして扱ってるみたいな。なので本来よりも下ハモリの音域がね若干低いんですよ。本来の下ハモリはメインメロディーがあってこの辺にいるんですよね、音域的に。ちょっと難しい話をしてますけど、メインメロディーと下ハモリの音域が広いのでメインメロディーの存在感がものすごく大きくなっているっていうか、一般的な下ハモリだともうちょっとハーモニーの音色が強調されるような雰囲気が出るんですよね。今のところは先ほど聞いたサビのメロディーと比べて全体的に音を切ってリズムの歯切れの良さを表現してますよね。同じメロディーでもリズムの扱い方を変えるだけでものすごく雰囲気が変わって聞こえますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいなあ。ほんとこんなに綺麗な裏声で歌ってみたいもんですね。僕は裏声がどちらかというと苦手なタイプなので本当に憧れます。分厚いハーモニーから後半のところはフェイクで締めるっていうね、 R&B ならではっていうフレージングかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。Am I alone? かっこいいですよね。1番はずっとエルミーンさんが歌ってましたけど、2番は藤井さんが担当ってことかな。今映像を見て思ったんですけど、あまり口を動かしてないんですね。にもかかわらずこの言葉のクリアな感じすごいですよね。さすが英語圏出身のボーカリストですよね。
言葉の子音の発音が日本語よりもやっぱり強いので、それがかなり影響してるんじゃないかなっていうふうに推測します。日本語で同じことをやっても多分ね、こうはならないんですよ。単純に言葉が聞き取りにくくなるだけっていうか、歌での言葉の扱い方っていうのは非常に難しいですからね。今の最後のフレーズのちょっとね、リズムをためた感じがね、また素晴らしいですよね。いやー、本当に美しいですね。もうこの印象がものすごく僕の中で強くて、使っているテクニックの前にまず歌声の美しさがね、来ちゃうんですよね。で、この幅広い音域で、しかも裏声で歌っているのにもかかわらず、声質が全くブレないっていうところもですね、恐ろしいテクニックです。地声よりもやっぱり裏声の方がコントロール的には難しいので、ここもね、ものすごいですよね。ここでタイトルの名前が来ましたね。コメッツ&ゴールド。やっぱりタイトルに使われてるワードだから、僕英語はあまり得意ではないですけど、耳にスッと入ってきますよね。パワーワードというか。今のところもう一回聞いてみましょうか。ほら、スッと入ってきません？僕だけかな僕だけかな。てか皆さんは英語に詳しかったりするのかな。最近藤井さんの楽曲も全曲英詞なので、学生時代英語勉強しとけばよかったってね、思っちゃいます僕。お、藤井さん登場です。こっから藤井さんのパートになるのかな。楽しみですね。ういいいですね。一回ここで止めますよ。やっぱり前回のミュージックアワーズジャパンの時にも思ったんですけど、歌声がですね、ものすごくパワーアップしてますよね。深みがものすごいというか、こういう囁くような歌声表現だからこそ、その辺がより明確に伝わってくると思うんですよね。喉の奥をしっかりと開いて胸腔共鳴をメインにした歌声、そしてその声を鼻に入れることによって自然に歌声に乗ったウィスパーボイス、めちゃくちゃ魅力的です。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、たまらないですね。ラララララララ、こんな感じかな、僕がやると。で、藤井さんもエルミーンさんと一緒であまり口を大きく開いて歌ってない感じがしますね。だからこそ感じ取ることのできるこの耳元でね、そっと囁いているような雰囲気だと思います。ここで息の量増やしてますよね。かっこいい。で、ふわっと歌っているんですけど、やっぱりね、R&B っていうことでリズム的な部分もすごく重要になってくるので、スタッカートを使って音の強弱をですね、しっかりとつけて歌ってます。もう一回聞いてみましょう。ほら。素晴らしい。エルミーさんは高音で美しさを、藤井さんは低音で癒しをっていう感じの2人の歌声表現ですよね。一般的にはね、メロディーが一緒だったら同じ音域を歌うような楽曲が多いと思うんですけど、そこをあえて別々に分けるっていうところに僕はかっこよさを感じます。この音域が上がっているにもかかわらず囁いている雰囲気をキープするって、これね、すごく難しいテクニックだと思うんですよね。やっぱり音域が上がると自然と声量も上がるし、声のパワー感も上がるんですけど、そこをあえて一定に歌うっていうね。で、バックに入ってる分厚いコーラス、ここもかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほら、やばくないやばいですよね。で、今2回目聞き直して思ったんですけど、ここのポイントは口を大きく開いて歌ってる感じがしますね。だから声量的にはアップしていないんだけど、声のパワー感が少しだけアップしているような、そんな感じのフレージングだと思います。うわぁ、この
地声から裏声につなげる位置がですね、わからないですよね。滑らかに声が変化しすぎていて。いや、この繊細な歌声コントロール力もね、やばいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。アローンのところの裏声めちゃくちゃ綺麗ですよね。藤井さんもここではヘッドボイスをチョイスして表現しています。いいね。いい。なんかよく寝れそうですね。藤井さんの歌声を聞いているとすごく熟睡できそうな癒しボイスっていうか、過去一聞いていて安心できる歌声なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。これは僕が推測するに、いつも使っているウィスパーボイスだったり鼻への声の通し方、そこに進化した胸腔共鳴の音色が組み合わされることによって生まれる安心感だと思うんですよね。この短期間でこの歌声進化本当にすごい。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、すごいね。やばい。やばいね。どんなトレーニングをしたのかめちゃくちゃ気になる。きっとものすごいトレーニングだったんだろうなっていうふうにね、想像しちゃうんですけど、そのものすごいトレーニングを藤井さんの音楽だったり歌声に対する追求心があるからこそ、この短期間での進化なんだろうなっていうふうにも思うんですよね。いやー、感動しちゃいますね。いい。で、ここでちょっと胸腔共鳴の音色を増やしたから声のパワー感がうっすら上がってるじゃないですか。こうなってくると次の展開がめちゃくちゃ気になるっていうか、ワクワクドキドキしてきますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。後半とか特にね、地声感が強くなっているっていうか、徐々に徐々にこう盛り上がっていくクレッシェンドを使ってるんですよね。ここでシュッと優しく歌うっていう展開、最高ですね。フェイント的な表現ですよね。徐々に盛り上げていって、こっからドカーンと盛り上がるのかなと思ったら、逆でスッと静かに歌い上げる。この表現方法めちゃくちゃ儚いですよね。で、ここのシーンがですね、藤井さんの後ろからこう光がパッてね出てると思うんですけど、めちゃくちゃ神々しい。もう一回今の歌声聞いてみましょう。すごいね。もう感動だね。で、次サビでしょ。どうなるのかほんと楽しみ。あ、やばい。やばいね。エルミーンさんと藤井さんの歌声がオクターブで、しかもバックにもコーラスが入ってるから、歌声の広がり感がものすごいですよね。神々しさが何倍にも膨れ上がってるというか、もう一回聞いてみましょう。で、歌詞のハモリだけじゃなくて、うっすら後ろにうーっていうハーモニーも入ってると思うんですよね。楽曲を構成している楽器がものすごくシンプルだからこそ、歌声の魅力がさらに際立って聞こえるというか、そういったアレンジになってるんじゃないかなっていうふうに思います。これがね、最高にかっこいいんですよ。もうずっと聴いてられる。そのぐらいの魅力ありますよね。いやー、ものすごいコラボだな、今回。うん。いや、いいね。このパート割りの複雑さ。本格的 R&B っていう感じです。っていうかね、なんかね、ボーカルアレンジがコーラスグループのボーカルアレンジみたいな感じになってるんですよ。だからね、僕はね、ドンピシャで大好きですね。今回のコメッツ&ゴールド。いい。で、
このブレイクになった時のエルミンさんの美しい歌声、もう一気に引き込まれちゃいますよね。やばい。本当にね、語りたいことがいっぱい出てくるけど、その中でも自分の頭の中で厳選して今喋ってるような状態です。めっちゃテンション上がっちゃって、今回も歌声分析っていうよりもね、なんかリアクション動画みたいな感じになってますけど、それだけ僕の中でドンピシャで大好きな楽曲なんだなっていうことがね、伝わってもらえれば嬉しいなっていうふうに思います。コーラスパターン変わりましたよね最初は藤井さんとエルミンさんのオクターブだったんですよね。で途中からカシハモが入ってくるっていう感じだったんですけど、今のところはですね、もう最初からカシハモが入ってますよね。だからこう温かいんだけど盛り上がってるような雰囲気、これがねめちゃくちゃ心地いいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらすごいいいねめちゃくちゃいいね。さっきもねちらっと言ったかもしれないんですけど、ボーイス2メン、僕が大好きなコーラスグループのウォーターランズドライっていう楽曲が今回のコメッツ&ゴールドにものすごく雰囲気が似てると思うんですけど、 YouTube で検索すると出てくるのでぜひ聴いてみてください。なんか2人の歌声が僕の大好きなアーティストみたいな雰囲気がしてね、すごく嬉しいです。かっこいい。たまらないですね。多分 R&B が好きな人だったら誰でもこの曲好きになると思うんですよね。もっといろんな人に知ってほしいです。めちゃくちゃかっこいい。いいいやーもう本当にね、ごめんなさいね。もう語彙力なくなっちゃって良すぎて。曲の終盤なのに歌声分析を忘れてしまっている鶴さんがいることにですね、たったさっき気づいてしまったんですけど、もう本当に最高の音楽にはもう言葉はいらないみたいなね、そんな状態になってます。いいね。いやー最高でしたね。以上、エルミーン、藤井風、コメッツ&ゴールド歌声分析はここで終了です。いやー史上最強の楽曲じゃないですか、コメッツ&ゴールド。2人の歌声がねちょうどいいんですよね。ハイトーンでエルミーンさんがこう美しいキラキラとした成分を表現していて、で低音域から中音域で藤井さんが温かみだったり癒しだったり、こういった部分を表現していて、でその2つの歌声が混ざり合うことによって生まれるこの神々しさ、言葉では表しきれないぐらいの魅力がものすごく詰まっている今回のお二人のコラボ、そして楽曲だったのではないでしょうか。もう興奮冷めやらないですよね。めちゃくちゃテンション上がっちゃってます。ぜひ第2弾第3弾をですね公開してほしいなというふうに思いました。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。